さてデスクトップ表示を1990年代の Windows OS に置き換え、なおかつヴァンパイアサバイバーズ化するアプリケーションが圧倒的好評とのことで、今回はデスクトップサバイバーズ98の紹介を行います。こちらその昔から Windows を用いている人ならばわかるネタをふんだんに散りばめたローグライトなハクスラゲーです。まず第一の大きな特徴としてデスクトップ上で他と並行して動作することも前提としたアプリとなっています。よく画面の片隅に表示させたり、あるいは動く萌え系キャラをウィンドウ片隅に座らせるという OS に作用するアプリケーションがありますが、デスクトップサバイバーズ98もその類です。とはいえデスクトップのどこかに影響を及ぼすかというとそんなことはなく、ただ表示が行われるだけです。他のアプリケーションやブラウザを表示しつつ並行して起動できる程度です。しかしてそれこそがこのゲームの特徴を形作る重要なポイントです。このゲームは Windows 98あたりの Windows OS をモチーフとした世界観のゲームであり、あたかも画面全体が昔の Windows 風に置き換わります。それをまずネタとして楽しむというのが一つの売りです。ゲームの内容は近年人気のヴァンパイアサバイバーズ形式ですが、自分のデスクトップがステージにもなるというのが次の特徴です。デスクトップサバイバーズ98が用意している壁紙表示を行っても良いし、その表示を消し、自分のデスクトップ上で遊んでも良いです。普段の画面に小さな敵が登場し、動くというのはなかなか新鮮です。またゲーム自体の表示、非表示切り替えは一瞬のため、常に起動しておき、休憩がてらこのゲームでバンサバし、休憩が終わったら非表示にして作業に戻るといったことが可能です。非表示にした瞬間、ゲームを停止します。そして何よりも大きな特徴は古来よりある Windows ネタをこれでもかと仕込んでる点にあります。まずデフォルトのプレイヤーキャラはマウスカーソルです。動作もマウス操作そのままで超高速に移動できます。代わりに敵も移動速度が速めのため難しめです。精密なマウスさばきが試されます。次に画面 UI は愚か、どこかで見たことがあるアイコンやメニュー項目がキャラクターの能力として登場します。虫眼鏡検索アイコンはピックアップ範囲を増やすとか、レジストリエディタは取得経験値を増やすとかです。あるいは当時デフォルトでインストールされていたマインスイーパーやソリティアのトランプを武器にできます。他にペイントの塗りつぶしツールで画面を塗ったり、自動選択ツールで敵を囲うと攻撃できます。今回は確認できませんでしたが、計算機やエクセル、ブラックジャックで何かをする様もプロモーションムービーに映っています。その上、イルカや電話回線速度のネタ、CD トレイやブルースクリーンを利用した攻撃方法もあり、しばらく何もしないとスクリーンセーバーすら表示されます。少なくとも序盤しばらくは難易度は難しめのため、とにかく要素アンロックと永続強化が続きます。初期能力が強くなってから多彩なツールで遊べます。なお、昔の Windows ネタだけではなく、それ以降の近年のミーム的なネタも盛り込まれています。クッキークリッカーや猫ミームも攻撃として利用できます。それ以外に当時海外では絶大な人気の FPS、Doom ネタも出てきて、ショットガンでぶっ放してくれます。画面はとにかくカオスで賑やかです。以上、デスクトップサバイバーズ98はインターネットが広まり PC が一般的に普及するその最中を過ごした世代の人たちに懐かしさを多大に与え、当時の Windows を利用していた人ならばわかるあるあるネタを散りばめ、それを現代人気のバンサワにうまく落とし込んだ作品と言えます。結果、Steam では人気を博し、95% に圧倒的好評、777件という評価となっております。リリース日は2025年5月21日で、現在 20% 割引の464円のため、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。デスクトップサバイバーズ98。今ちょっと画面放置していたら、スクリーンセーバーが起動したような、そんな画面になったんですが、いにしえのね。で、文字が小さいな。とりあえず NEXT。さあ、押したら、疑似的な画面の下のね、バーが現れましたね。GUI スケール、大きくできる？ちょっと大きくしようかな。見やすくするためにね。MAX でいいか。いつでも変えられんのかな。プレビュー？これは何？ウォールペーパー、壁紙設定？有効にすることでこの背面の壁紙、これがダイナミックに変わりますと。よし。
早速なんか、その昔ありそうな壁紙ですね。草と岩。拡大してるからちょっと見た目はいまいちかもしれませんが、デスクトップダイミングゲームプレイ中に。なんだこれ。マックス。画面が暗くなる。ちょっとわかんないな。デフォルトにしとこう。さらに、周りなんかつきましたね、フレームが。ダンジョンビジュアルズ。なんかすげえな、この設定から。面白いな。まあ、これも、チェック入れたままにしましょう。おお BGM が流れてしまった。なんか音がでかいな。ノーティフィケーション。なんだイルカっぽい何か出てきたよ。イルカは、まあ一応マイクロソフトがある。エクセルでね、もううざったいと言われて、漏れなく消されてしまう存在でしたが、こんな吹き出しで話しかけてきましたね。で、これはなんだネクスト押すか。なんかノーティフィケーション出ましたね。30秒間待機。戦ってない間。すると、ブルームライフが回復するのかな ?25%? これはどっちをクリックしたらいいんだわからん。とりあえず上をクリックしてみよう。これナビゲーターでしょ。名前はソードリー。デジタルフェルパーでガイドしてくれる。心配しないで。56KB のモデム。昔の回線速度だね。それよりも速いと言ってるね。反応は。電話回線の時代だ。右下に行って、始めましょう。ボトムレフトコーナー。ビギン押せって言われてる？昔の Windows のスタートメニューっぽい。ニューランこれだね。押してみようか。次はなんだ？ゲームセットアップ。あなたのカーソルキャラクター。それを選べるんだ。クラシック。これはブルーム。さっきなんかブルームの文字あったけど。現状はなんかお金が必要ですね。今は2つなのかな？クラシックもしくはゴミ箱、スクラップ。性能がそれぞれ違う。まあ、はじめはクラシック。お次はゾーンセレクション、グルーブ。これはダンジョンである。よし。ダンジョン選んでみよう。クロックスピード、デンジャー。なんか読み込みが始まった。そして、ダンジョン、どうするんだ？ Welcome to your first dungeon room。ちょっとこれ調子してみようか。そろそろね。Get your first achievement。アチーブメント得た？どこで見れるんだ？ビギンメニューで見れる。でも今は選べませんね。ダンジョンに入ってしまったからかどうか。ドアを見ろ。ドアが3つあるかな今。クリックで移動する？新しい部屋に。今選べない？キーボード。WSD で何？なんか移動できるの？マップを開く。タスクバー。タスクバーのどれだマップは。これかなワールドマップ。マインスイーパー形式のマップ？現状ここにいるのかな？それっぽいね。で、ドクロがドアの方向だ。見た目だけかなこれは。あなたはタスクバーからなんか性能を見れる。これ移動できんの？できますね。ドラッグ&ドロップも可能だ。ではドアをクリックして移動しましょうと。はじめ上行ってみようか。開いた。さあ、なんだどうすりゃいいの？マウスを狙ってきてるよ。カーソルを狙ってきてるし、カーソルから弾が自動で発射されている。これなんか取れないの？クリックすることで何かになる。お金落ちるぞ。やべえ、面白い。なんだこれ。なんかハイのが現れた。すげえ面白い。よし、気を切れ。素材集めてんのかな、今。敵にぶつかるとやばいのか？で、右下の、時間生き延びると勝ちなのかな？で、マップも進行しますね。ドクロ位置には確定で敵がいる？戻れんのかな、これ。今んとこしかし、絶対にいますね。ドアの先には。これ何かな、これ。なんか出てきたな。プレイヤーステータスか。20秒ごとにプラス1？レベル ?60 レベルまで上がんの？やべえ、面白い。こっちはなんだこれ。ウェポン、カーサーアロー。ライトクリックでマップ表示か。これ、そうか。2秒ごとに今発射されてる弾か。カーサーアローね。で、青色がこれ、経験値かな？で、お金にドクロマーク。倒した時。あと一番右下に時間がありますね。ちょっと入ってみよう。時間生き延びんじゃないの？ 34 秒。手が早い。早いけどね、これ。完全にマウス移動だから。問題ないね。敵が早かろうと。いや、意外と難しいか。ダメージもらいました、今。で、ライフ。ライフが赤色か。画面下のね。しかし、攻撃あまりにゆっくりで、現状なかなか倒せませんね。それなりに難しくなってる。なんだ？レベルアップ。さあ、これは、バンサバ系では定番の。3つの中から1つ選ぶ系ですね。このエフェクトも、バンサバっぽい。フィッシングポール。これは何をするんだ？ラインを引く？スイング？キャラクターの周りに？で、掴む敵を。で、どっかに投げんのかな？真ん中はポインター。プロテクトカーサー。ポインターがカーソルを守ってくれんの？で、ギア。ダメージ減少かな？受ける。インクリーズラックフォアチャンス。ラックが上がると4つ目が登場すると。フィッシングポール。これ選んでみた。
体の周りになんか回ってるし。引っ掛けてますね、敵を。で、早速、すぐにレベルアップした。ワードアート。ファイヤーの文字を横方向に打つ。で、カーサーロー。これはレベルアップですね、現在の。ちょっとワードアートにしてみよう。で、能力を得るか、ライフを回復するか、もしくはリロールもできると。よし。さあ、文字をどうやって打つんだ？マップ消しとこう。おう、打ちましたね。で、ぐるぐる回すと、敵を引っ掛ける。一体だけかな？で、時間が来て、さらに能力。面白い、このゲーム。やべえ。さすが圧倒的好評。このゲームやべえぞ。で、一番上はペイント。塗りつぶしかな？まあ、その昔あったね。ペイント。現代も結構引き継がれてますけれど。敵を塗りつぶすとダメージになるのかな？まあ、取ってみようか。いろんなものをね。どうやって発動するんだろうね。4秒ごとに自動発動かな？そう、次は左でいいかな？あ、まだ残ってますね。画面のオブジェクトが。お、クリックしたことでゲームが非表示になりましたね。で、今ならビギンが押せる。ちょっと見てみようか。アチーブメント。他には、なんか発見できる。見つけたものかな？これはね、ゲーム中に。能力とか。さらにセッティングやらなんやら。ああ、昔の Windows ですね。ワード。お、なんだ？音がする。あ、赤く今塗りつぶされましたね。ここに敵がぶつかればダメージ。文字は何打ってるんだ？で、あんまりやっぱりこのフィッシングロッドは調子に乗るとね、ダメージもらえますね。敵にぶつかってしまう。おっと。さあ、レベルアップ。マインスイーパー。これは爆弾設置するのかな？これにしてみよう。さあ、マインスイーパー能力を入手しましたが、どうやって外するんだ？キャラクターの、おっと、なんだ？バカしたキャラクターの位置に外してんのかな？で、クッキーが出たよ。クッキークリッカー関係なさそうだけど。派手にバカしてるね、音は。ほら。あったあったあった。おー、なんだ。新たなノーティフィケーション。アチーブメントかな、これ。5つの異なる武器を入手した。一度に。それにより何かがアンロックされたのか？アウアグラスね。まあ、そのうち出てくるんでしょう。あ、出てきましたね。とりあえずどうしようかな。もういろいろ取ってみようか。アウアグラス。これどんな効果なんだ？上何これ？赤いの。ボス戦かな？お、アナザートラベラー。なんか、フレッシュミートみたいなこと言い始めたけど。なんか、すんで終わっちまった。やばいやばいやばい。カラスが。強い。強いし、ゆっくり見れば避けられんのかな。やられた。ゲームオーバー。これ難しいな。今回の枝能力。ニューラン、もしくはクイックリトライ。とりあえずニューランで、次はスクラップ選んでみようか、じゃあ。スクラップは、リサイクル瓶ね。バイナリーかな。で、スクラップどうすんのこれ。なんか出てくるんじゃないのこれ。ゴミ箱。たまになんか発射するんだ。特にクリックする必要とかなさそうだね。レベルアップ。バイナリーボム。新しいの取ってみよう。バイナリー。0と1のみで作られる何か？なんかライフ回復能力ありますね。出た。0と1で機械言語ですね。それの上で PC は作られている。根本をたどると。よし、バイナリーボムを鍛えてみよう。敵はなんかのモチーフなんですかね。Windows にまつわる。やっぱり敵がちょっと見にくい場合は、背景をもう少し暗くした方が良さそうだね。スライムとかこの緑色に混ざるから。やや見にくいかもしれませんね。さらに、100体倒す。一つの部屋で。CD ランチャー。いにしえの。今 DVD か。せめてね、外付けも増えてるかもしれませんが。上はなんだこれ。アイテム？行ってみよう。お店っぽいな。セール。釣り竿が買えんのか。宝箱に階段が出ましたね。ファインドマグネットにより、サーチ、検索ができるようになった。あとは、マイコンピューター。いろんなアイコン出てくる。これは診断かな？診断アイコン。ドクター・ワトソン。ライフが回復する。お宝は？能力を入手した？お金に。で、これ階段は次のエリアですかね。これレジストリーを修正するツールですね。初心者は絶対に触れてはいけないという。このゲームでは経験値が上がるんだ。で、バイナリーボムは8レベルまでですね。進化とかあんのかな？で、下はサイコロマーク。なんか賭けでもできんのか？トランプゲームね。これよりも高いの引けって言われてんの？ 11 よりも高いの引くの？なんか負けると奪われてしまう。これ勝てそうもないよこれ。確率低いよな。やってみるか。なんだこれ。24% の確率で勝つことで回復量が増える。秒間。代わりに負けると 10% マイナスラックが減るのかな。やるか。いけ。
あー、負けたー。ラッカ減ったの？減ってるね。なんてことだ。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。